今ケイクです。今回のテーマはお仕事運です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカード A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは選び終わりましたでしょうか？今回はフォース集というスプレッドとオラクルカード、ルノルマンカード、ルーンカードを使用して占います。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方のお仕事運なんですけれども、結論から申しますと、もしですね、現在転職をお考えなのであれば、そちら良いことだと思いますし、応援したいなと思います。というのがですね、カードそれぞれに理由があるんですけれども、1枚ずつお話しさせていただきます。では過去ですね、ワンドのエースの逆位置です。過去の段階でですね、もう無気力な状況になっていらっしゃる。やる気が起きない環境。で、先細りの経営っていうことなので、職場自体があまり思わしくないのかなっていうところですね。もしくはですね、フリーランスの方とかですね、自営の方ですよね。そういった方でもなかなか今の事業がうまくいかないなとかですね。これからもしかしたらですね、調子が出てくるのかもしれないんですけれども、それがですね、なかなか過去は難しいっていうところがあったのかなっていう感じがありますね。とにかくですね、あなた自身がお仕事をしてても楽しくないっていう状況だったみたいなので、そうなってくると仕事自体のモチベーションもないですし、で、毎日ね、通勤されたりとかそういう方もいらっしゃるし、お家でね、パソコンを開いてオンラインで会議とかね、そういうこともされる方もいらっしゃいますし、いろんな状況があると思うんですけれども、そういった分でもね、すごく気が重いっていうことが多かったんじゃないかなと思いますね。環境がとにかくね、悪いような感じですね。では現在ですね、ペンタクルの4の逆位置ですね。障害が起こる運気です。職場からお金を出し惜しみされるということでね。もうここがね、決定的な感じかなっていう感じがしたんですよね。あなた自身にただでさえね、楽しくないお仕事なのに、現在ね、いろいろと困ったことが起こっているっていうことですよね。で、本来であれば、ちゃんとですね、もらわなければいけない正当な給料とかですね。そうですね。フリーランスの人であれば、交渉のお金ですよね。そういった分を出し惜しみされているっていうことなので、低めに見積もられてるっていうことですよね、結局ね。あなたの価値っていうのはもっと高いはず、能力としてね。だけど、お仕事的にはですね、そういったあなたの能力とかを利用はするかもしれないけど、その分のお金ですよねっていうのを払ってないっていう状況ですね。そうなってくると不満もどんどん増えてくると思いますし、自分のお仕事これでいいんだろうかっていうね、悩みも出てくるんじゃないかなと思います。では未来ですね。ソードの8の逆位置ですね。理不尽な扱いをされたり、アクシデントに見舞われるということでね、未来においてもですね、今勤めていらっしゃるお仕事ですよね。続けている場合ですね、そういった可能性もあるっていうことですね。今がね、理不尽な思いをされてると思うので、それが変わらないっていうことなのかなっていう感じですね。あなたにとっては不満がどんどん蓄積されていって、もう嫌だっていう風にね、投げ出したくなるような、そんな感じの状況になっていくという感じがしましたね。それでいて、あなたに降りかかるものっていうのがですね、責任を負わされたりとかですね、そういったものだったり、あなたの望まないことばかり起こるっていうことが可能性としてあるっていうことですね。この過去、現在、未来を置いても、とてもね、今のお仕事と相性が悪いのかなっていう感じはします。あなた自身が悪いっていうわけでもなくね、
やはりお仕事の環境とかね、それか顧客の人がですね、ちゃんとしたモラルを持ってね、接してくれないとかね、そういったところで思い悩みやすいとかね、いろんなね、嫌な目に遭いやすいのかなっていう感じがしましたね。これを考えると、やはり私がですね、最初に言ったように、もしも転職を考えていらっしゃるのであればですね、別の仕事を始めて心機一転ね、頑張るっていう風にした方がいいのではないかなっていう気がしたんですよね。多分ね、いずれあなたにこれはもう無理だなっていう限界は来るような気はしました。では周囲ですね。カップのナイトの正位置です。あなたに人脈がある、優しい人もいるっていうことでね、お仕事自体は確かに現状としてね、あなたにとって不安の多いところはあるんですけれども、決してね、職場の人たちが全員悪い人たちではない。あなたに優しい人はもちろんいらっしゃるし、で、あなたはね、人脈があるようなので、もしかしたらね、そういったところで、良いね、転職先だったり、お仕事をね、見つけてもらえる可能性もありますよね。なので、もしお仕事一緒にやってらっしゃる方ですよね。そういった人で、優しくて信頼できる人っていうのがいらっしゃれば、そういったことをね、軽くでも相談してみるのもいいのかもしれないですね。もしかしたらね、引き止めたいって思う人もいらっしゃるかもしれないんですけどね。そのあたりはね、あなたが決めることだとは思うので、周囲の人がね、優しいからっていうので思いとどまるのも一つの手ではあるとは思うんですけれども、もうあまりにもね、このお仕事が嫌すぎるとやめたいということであれば、周囲の人の力も借りつつですね、自分の方から別のところに行くっていうのもいいんじゃないかなとは思います。では障害ですね。審判の逆位置です。何をしてもタイミングが合わないということでね、お仕事をしている時にですね、あなた自身がいろいろと頑張ってやり遂げている時でも、それに対して邪魔が入りやすいというか、タイミングがなかなかね、うまく噛み合わないっていうところがあるみたいですね。自分自身がいろいろとやってる時に他のやってほしいことを頼まれたりとか、優先順位をね、いろいろとバラバラにされたりとか、困ることが起きやすいのかなっていう感じはありますね。あなた自身がやっててもうまくいかないのでイライラしてしまうっていうことがあるのかなっていう感じがします。では最終結果ですね。ペンタクルの5の正位置です。苦しい状況が訪れます。面倒な仕事を任されますということでね、もうずーっとですね、あなたのお仕事運っていうのがね、ここまで辛いっていうところが多く出てるので、私としてはね、もうこのまま続けるっていう選択肢よりは、もしも辞めたいと思われてるのであれば、辞めるっていう方向で進めてもいいんじゃないかと。それかですね、大きな職場とかにいらっしゃるんであれば、配置換えをしてもらうとか、そういうのでね、だいぶ変わるとかもありますので、もうそれぞれの環境に合わせて、自分自身が新しいところで頑張れる、ここなら大丈夫そうだっていうところを見つけてもらうっていう風にした方がいいんじゃないかなっていう気がしますね。結局ね、あなたに理不尽なことが起こりやすいっていう状況がずっと続くっていうことなので、それよりは給料がいいところだとかね、もっとね、いい顧客を選ぶとか、フリーランスの人だったらですね、そういう風にですね、どんどん自分自身の能力をちゃんと見てくれるところ、そういったところを選ぶことが必要なのかなっていう感じがしますね。どんどんね、日本の場合は物価がね、上がってるっていうのもありますので、できればね、それと並行してしっかりね、お給与も上がるような場所がいいですからね、そういう面でも次の職場を選ぶ、お仕事場所を選ぶっていう時はね、そういったものを基準にするっていうのも一つの手かなと思います。なかなかね、見極めるの難しいかもしれないんですけれども、今ね、すごくご苦労されてる分ね、もっともっとね、報われていってほしいなと思いますのでね、よろしければね、こういったところも参考にしながらね、次へ動いていってほしいなっていう感じがしました。では助言ですね。カップのページの正位置です。自分に正直になってということでね、もう助言が全てを表してるのかなと思います。あなたがこれだけね、
今やっているお仕事に対して不満があると、理不尽な気持ちを持っていると、そういうところがあるようなので、ここはね、ご自分に正直になって、例えばね、しがらみとかいろいろありますよね。長く働いてきたところだったらどうしてもね、そこから離れるのがね、離れにくいとか、もう関係性ができてしまってるから、そういったところからね、別れるっていう風になると、その人たちとの関係もなくなってしまうから、どうしようかなって悩むこともあると思うんですけど、自分の気持ちを大事にするっていうことがね、まず大事なんだっていうことですね。もう本当に嫌なことは嫌だと。お仕事として自分が納得できないことはやりたくないというふうにね、少しわがままになってもいいんじゃないかなと思います。それでね、何かこう言ってくるようなお仕事場所っていうのは問題あると思いますし、だったらやめてやりますよっていう感じでね、強気で言っていいんじゃないかなと私は思いますね。それだけあなた自身は多くのことを貢献しているし、お客様とかにもですね、しっかり喜んでもらってるとか、そういったところもあると思うんですよね。そういう部分もあると思うので、もうあなた自身がもっとね、強気になって、正直になって動いてもらうっていうことが何より大事っていうことですね。では、オラクルカードの助言ですね。炎です。あなたの中には生命の火、熱意、情熱、そして愛が燃えていますということでね、本来であればあなた自身には様々なね、炎、熱があるということなんですけれども、それがね、うまく発揮できていないっていうのは、結局今のお仕事の関係なのかなっていう感じがするので、これからですね、どんどん燃やしてもらうためにお仕事のことね、この先のことを考えてもらう必要があるのかなと思います。そしてオラクルカードの2枚目は、心地よくなくても大丈夫です。怖くても大丈夫です。このような感情にもかかわらず、あなたは成功するでしょうということでね。今はね、例えば新天地に行くっていう風に考えた時に、同じようなことにあったらどうしようとかね、怖いっていう気持ちってあると思うんですよね。そう。だけれども、こういったあなた自身の感情っていうのがあっても、ちゃんとね、成功はしていくんですよっていうことですね。このまま、あなた自身がずっと同じところにいて、潰れてしまう、理不尽な思いをして、辛い思いをされるっていう風になるよりは、少しでも勇気を出して、踏み込むという風にね、してもらうと、成功の道っていうのがね、近づいていくのかなと思います。そしてオラクルカードの3枚目が雨粒ですね。これらにチャンスを与えてくださいということでね、あなた自身に様々なね、チャンスっていうのがいくらでもね、これからあると思うんですよね。で、チャンスを与えるのはあなた自身でもあるっていうことですね。運気が味方をしてくれるのはもちろんなんですが、あなた自身がそのチャンスを自分で握りつぶしてしまうとね、結局それがチャンスではなくなってしまうというか、成功の道につながるっていうのをね、自分で閉ざしてしまうっていうことがあってしまうので、そうならないためにちゃんと自分がチャンスを与えるっていうこと、自分に自分でチャンスを与えるっていうことが大事なんですよっていうことですね。あなたにはいろんな選択肢がありますし、これからね、様々な自分自身のチャンスっていうのがね、訪れていくので、そういったところをですね、しっかり大事にしてほしいです。そしてルノロマンですね。無知です。ストレスが溜まりやすいので、我慢はやめて口に出しましょうということでね、もう、そうですね。ルノルマンさんはタロットカードさんのいろんなね、意味を補足するカードさんっていうことが多いんですけれども、まさに今ね、ストレスしっかり溜まっちゃってると思うんですよね。だからこそ、我慢はやめて、自分がしたくないことはちゃんと言うという風にね、していってほしいなと思います。なかなかね、勇気いりますけどね、理不尽に抗うって言ったって、言うこと聞いてた方がね、なんだかこう穏便に済ませるような気がしますしね、これで回るなら自分が我慢する方がいいって思っちゃう人もいると思うんですよね。でも、それをやってしまうと、結局ね、あなた自身の中にどんどんとね、ストレスが溜まっていってしまって、心にも良くないし、結果的に体にもね、影響が来るっていうことがね、多いんですよね。心も体もつながってますからね。そういった面でも、我慢はしないっていうことをね、
少しずつ意識してもらえればと思います。そしてルーンカードですね。ルーンがベオークで石がユーディアライトです。育っていく力は自分自身の中にあります。ストレスを解消していきましょうということでね、ルーンカードでもストレスを解消していきましょうというふうにね、出ております。ちゃんとね、あなたがチャンスをね、自分に与えていけば、あなた自身はこれからもっと育っていけますよっていうことですね。お仕事で潰されてしまうんではなくって、もっとね、自分の可能性を信じてみてもいいんではないかなと思いますね。勇気のいることだとは思うんですけれども、少しずつ勇気出していきましょう。まずね、自分を守らないといけないですからね、ストレスからね。何か言いやすいことからでも構わないので、したくないこととかね、フリーランスの方だったら、この金額でお仕事をするのは無理ですとかね、そういう風に、ちょっとね、強気になっていくっていうことは大事だと思いますね。そうですね。あなたの場合は、とにかくご苦労が見られる、今の働かれてるお仕事でですね。で、今後もですね、様々な困難が起こりやすいっていうこともあって、多分ね、この感じを見てると、辞めたいとか、別のお仕事に挑戦する方がいいのかもしれないとか、そういうふうにね、いろいろ考えてらっしゃるんじゃないかなっていう感じがしたので、私としてはやはりね、あなた自身が前向きになれる方向に後押ししていきたいなと思いますので、できればね、新しいところにね、向かっていっていただく方がいいのかなっていう感じはします。もうね、これは本当に、まずはそこから離れることをね、意識してもらう。ちょっとね、別のお仕事のサイトとかでね、調べてみるとかね、そういう風に自分には何ができるだろうかっていうのを考えながら、今の理不尽とね、少しでも離れられるように動いていってほしいなと思います。ストレスをね、溜めたくなくても溜めちゃう環境になってるっていうことなので、解消していきましょうとはいえね、解消していっても、端からまたストレスがね、溜まっていくっていう感じになっちゃうのかなと思うので、そこから逃げるのが根本的な解決策なのかなとは思います。このあたりはですね、あなた自身の選択肢もあると思いますのでですね、参考程度にですね、受け止めてもらえればと思います。それでは A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方のお仕事運ですが、今はすごく大変な状況ですね。っていうのがわかるんですけれども、今後ですね、しっかり休暇を取ってリフレッシュしてもらう。そこからですね、良い調子になっていくという風になっております。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。ではまず過去ですね。皇帝の正位置です。手腕を発揮できる時ですね。いろんな人を引っ張っていけるし、リーダーや指導役として活躍もできるという感じでですね。皇帝なので、あなた自身が上に立っていろいろとできるような感じですね。それはですね、役職としてだけではなくって、いろんな人を引っ張っていけるぐらいの力があるっていうことですね。そういった部分でもあなた自身が過去においてはですね、人からも慕われていたでしょうし、お仕事もですね、バリバリとこなしていらっしゃったのかなっていう感じがいたします。過去はね、ものすごくね、あなたの業績が光るというようなイメージが出てまいりましたね。では現在です。ここがね、一番あなたがすごく大変な思いをしてらっしゃるっていうところなんですが、ワンドの5の逆位置ですね。周りに振り回されて混乱するとき、仕方なく妥協案を取るということでね、今まではしっかりと周りの人たちの手綱を引くというか、コントロールができていたんですよね。でもそれがですね、いつの間にかバラバラになっている。あなた自身がいろんな人に振り回されてしまうと。それによってお仕事がですね、うまくいっていたところが立ち行かなくなるという感じですね。で、実際ですね、何か意見がぶつかった時にですね、どうしても譲れないとかそういった部分で争いになりやすいというか、そういう部分であなた自身が干渉役ですよね。しっかりね、妥協案取るっていう感じで納得を周りにさせていくのかなっていう感じがしますね。周りの人たちもかなりね、ぶつかりやすい時期は、そうですね、イライラする時期なのかもしれないですね、全体的に。お仕事がすごく忙しいから、周りの人たちも忙しくって、ついついイライラしてしまっ
て、でそのお仕事の内容とかで揉めてしまうとかですね、そういったところにあなたがですね胃を痛めてしまうような事態になったりとかですね、そうですね、まあちょっとそのあたりのフォロー役として奔走しなきゃいけないのかなっていう感じがします。じゃあそこからどうなっていくか、未来ですね。ソードの4の聖地、パワーダウンしていきます。もう現在がお疲れですからね。そうなってくるとお仕事にね身が入らなくなっていくのかなっていう感じがします。で、できればね休暇を取ってリフレッシュが必要な時期になってくるようなので、もしね有給休暇があるだとか、フリーランスの方だったらね、しばらくお休みをもらえますとかですね、顧客の方にお伝えするとか、そういうことができるのかなと思うんですけれども、なかなかねそういうのも難しいかもしれないけど、1日とかでもいいので、しっかり自分がリフレッシュする時間を取ることが一番何よりも優先されることのような感じがしますね。そう。とにかくね、お疲れです。ずっとね、頑張ってきたからこそね、そこの疲れがね、未来でどっと出てしまうんでしょうね。で、しっかりね、身をね、休めてもらう。だけどね、このカードさんを見るように、ガラスの棺のね、上にユニコーンさんが乗ってるっていうことは、完全に棺の中に入って眠るっていう感じではないんですよね。上には乗ってる。だから臨戦態勢ではあるけれども、でもちょっとね休んでるよっていう感じなので、結局ねあなた自身もお仕事のことは気になってしまうとは思うので、そういった部分があなた自身の素敵な部分でもありっていうのもあるので、しっかり休みつつお仕事のことも気にしつつっていう感じになっていくのかなっていうところですね。どうしてもねパワーがなくなっちゃったな、お仕事に身が入らないなっていう時は一回ね自分自身を休めるっていうことは大事だと思います。では周囲ですね。審判の聖地です。捕まえておくべき重要人物があなたの周りにいますということでですね、重要人物っていうことはかなりですねあなたのお仕事に対してですね大事になってくるっていうことですよね。フリーランスの方だと例えばね契約者様、顧客様ですよね、お客様とかですね、そういった部分でしっかりとこの人は自分の常連さんにしたいとかね、そういう風な部分になってくるのかなと思いますし、他のお仕事職場についていらっしゃる方ですよね。そういったところでもしかしたらお仕事の仲間なのかもしれないし、外部の方なのかもしれないし、いろんなね可能性はあるんですけれども、とにかくその人としっかりと交流をしておくこと、それは大事かなと思いますね。きっとね審判っていうのはね合図みたいなものがあると思うんですよね。あ、この人じゃないかなみたいな勘が働く可能性もあるので、その勘を頼ってその人としっかりね、交流しつつよくしてあげるっていう風にしてもらうといいのかなと思いますね。あなた自身がお仕事がしっかりできる方なので、もうねあなたのその仕事の能力を発揮してもらえれば信頼してもらえると思いますし、その人っていうのはあなたの力になってくれると思いますね。ではあなたの障害になることですね。こちらがペンタクルのナイトの逆位置。守りに入りすぎてしまうとあなた自身のやりたい仕事の部分でですね問題が出てくるっていう可能性があるってことですね。もともとね皇帝のカードが出ていらっしゃったぐらいなので、攻めていっていいんじゃないかなと思いますね。あまり内々になってしまう、守りに入りすぎるとあなたの能力っていうのがねうまく発揮できない。自分自身は後ろに控えておくから他の人に任せようみたいな感じにするんじゃなくって、もう自らですね動いてもらうっていうのが一番いいのかなと思いますね。しっかりと自分自身で動いてもらって働いてもらう、それによって評価されやすいというか、あなたの場合はねそういった攻めの気持ちっていうのが結局いろんな人にね評価されてるんじゃないかなと思うので、確かにね未来においては
あなたのその力っていうのがね、どうしても休まないといけないような状況にはなるとは思うんですけれども、その休みが終わった後ですね、そういった後はまた皇帝のあなたがですね、戻ってくると思うので、そこを発揮してもらえればと思います。では最終結果ですね。星の正位置です。これはね、あなた自身が今後のお仕事に対してものすごくですね、良い運気がありますよっていうことは間違いないと思います。思いがけないラッキーな展開が相次ぐっていうことですね。で、良い調子なので、目標もですね、しっかり定められますし、才能で光り輝くことができるということは、いろんなね、場所でしっかりと評価をされていきますし、あなた自身のその働きによって良い影響を与える、職場の環境も良くなっていくと思うんですよね。最終結果がすごくね、あなた自身にとってより良いものになっていきましたので、星ってね、本当もうそのままなんですよね。あなたが光り輝いていく、スーパースターみたいなものなので、そう、まさにね、皇帝が来て、星が来てっていうことなので、あなた自身がなんだかこう目立つというか、あなた自身がいないと成り立たないことがいっぱいあるんだと思いますね、職場においてね。ものすごく大事にされてるし、あなたのことを重要だと思ってるっていうことだと思うので、これからもね、あなたのその力をね、そのまま存分に発揮してもらって、で、これからね、目標もまた新たに出てくるようなので、その目標に向かってね、進んでいくことで、あなた自身の仕事の待遇とかですね、給与だとかね、そういったところもね、もっともっと良くなっていくんじゃないかなっていう感じがしますね。フリーランスの方ですと、今はこれぐらいの相場でやってるけれども、ここからはもっとね、いい相場でできるっていうこともありますからね。それぞれの良い結果っていうのがですね、訪れるっていうことです。それでは助言ですね。運命の輪の逆位置です。孤軍奮闘するよりも運や周りの力を借りてくださいということでですね、あなた自身がものすごく力がある人ではあるんですけれども、一人で全部抱え込んで頑張ってしまうよりも、周りの人たちをしっかりですね、頼ってもらうとか、ご自分の運っていうのもね、しっかり最終結果のところを見るようにありますので、ぜひね、そういった部分の力を借りながら動いてほしいなと思いますね。自分で全部やらなきゃいけないっていうことはないので、大変だなって思うこと、大変じゃなくても自分自身がここを任せたいなって思うようなこととかもあると思うので、そういうところを、いや、でも自分でやった方が早いからって思うんじゃなくって、やった方が早いけど他の人に任せるとか、そういう風にね、してもらうといいのかなと思いますね。あなたがどれだけすごくって、いろんな人がね、尊敬していて、あの人に任せれば大丈夫だっていう風にね、思っている。そういう部分はあると思うんですけれども、でも、それにずっとね、長年そうなっていくと、あなたに任せておけば全部大丈夫だっていう風にね、あなたにおんぶに抱っこみたいなね、お仕事場とかね、そういう風になっちゃう可能性もあるので、できればね、自分一人でっていう風にしなくていいと思います。で、フリーランスの方は、もともとね、お一人でやってる方っていうのが多いとは思うんですけど、ただ、運に頼るっていうこともできますし、同業者の人としっかり交流をしてもらって相談をするとかね、そういう風にしてもらうのもいいのかなと思いますね。いろんなものの力を借りて、あなた自身の本来の力をですね、より大きく発揮していただければと思います。それではオラクルカードの助言ですね。今回は1枚目が自然です。自然とつながるということでですね。これがね、オラクルカードの文字としてはネイチャーなので自然っていうことなんですけれども、あなたの場合はね、どちらかというと、自然といろんな人とつながるとか、自然と職場の中でいろんなものがつながっていく。あなたにとってより良いですね、影響っていうものがね、つながっていくっていう風に考えてもらうといいのかなと思いますね。
このあたりはね、もうオラクルカードさんも、こう思うなっていうね、方向にカードさんが表現してくれるっていうイメージがあるので、私の見立てではね、今回はそんな感じがしましたね。そしてオラクルカードの2枚目が、穏やかでいてください。世界は冷たいかもしれない。だけど私たちはそうする必要はありませんということでですね、もともとね、いろんなことを頑張れる人だし、でいろんな人を引っ張っていけるぐらいの度量があるぐらいなので、穏やかな部分っていうのもあるし、で厳しい部分もあると思うんですね。ただ気持ち的にはね、穏やかでいることを心がけるのが大事なんですよっていうことをね、言いたいのかなと思います。今回はお仕事運なので、職場の中でね、冷たい出来事っていうの、あなたにとって冷たい出来事が起こるかもしれないんですけれども、もちろんね、そういった理不尽と戦うっていうことはね、大事だと思うんです。でもね、だからといって、自分がそうされたからといって、職場の仲間だったりね、同業者の人だったり、お客様だったり、そういった人たちに対して厳しくするというか、当たり散らすってなんか自分の虫の居所が悪い時にね、ついつい本来だったらそこまで言うつもりなかったのに言い過ぎてしまったとか、人間だから絶対にないとは言い切れないんですよね。なのでそういうところをね、気をつけてもらうのがいいのかなと思います。いつも穏やかでいてもらうのがあなたにとってはね、周りの人もね、もっともっと近づきやすくなると思いますので、できればね、そういう風に動いていってほしいですね。そして、オラクルカードの3枚目が悪役です。あなたはいつでも物語を書き直すことができます。物語の筋書き通りに進めるのが主人公であれば、物語を壊していく。書き直すことができるのが悪役っていうことなのかなっていう感じがするんですけれども、あなた自身はもしもね、選択肢で違ったなと思えばね、そこからまた別の選択肢を選ぶっていうこともできます。物語はね、選択肢はいろいろ広がってる。物語もいろんな結末が広がってる。シンデレラだったら最後にはガラスの靴をちょうどぴったりはまって王子様と幸せにお城で暮らしましたみたいな感じのお話だと思うんですけれども、別にね、そうする必要はないし、別にね、自分自身で嫌なお家から逃げ出して、で、ガラスの靴も履かないし、王子様ともではない。自分だけの人生を歩むっていうこともね、できるっていうことですね。例えがちょっとシンデレラっていうことになったんですけど、そういう風にね、自分の中の物語、自分の中でお仕事を進めていく上で、いろんなね、可能性っていうのをね、信じながらね、動いていってほしいなと思いますね。それだけの力が、これまでのカードを見ていても思いますので、あなただったら大丈夫だと思います。では、ルノルマンの助言ですね。雲です。曖昧な物事はクリアにしよう。手を止めて一息つく時ですということでですね。何かはっきりしないことがあれば、それはしっかりとイエスかノーかっていうのをはっきりさせるっていうことが大事ですね。ちゃんと分かってから動くことが必要っていうことですね。お仕事でなんだか先行きが立たないというか、見通しが、つかない、立たないですね。そういったなんだか雲がかかったようなことってあるかもしれない。わからないけどとりあえず進めようじゃなくって、いや、しっかりさせましょうというふうにね、例えば上司の方から言われたりとか、お客様から何か言われたとかですね、それで進めようって言われたとしても、一旦、いや、もうちょっとはっきりさせてからにしましょうっていうふうにね、あなた自身が提案してもらって、それではっきりしてから動くっていうことを心がけていくといいのかなと思いますね。で、自分自身がね、何か頑張りすぎてるなっていう時ね、そういう時、未来でね、パワーダウンしちゃうっていうことをお伝えはしましたけれども、そういった時に休暇を取ることも必要ですよっていうお伝えしましたが、ルノルマンでもね、手を止めて一息つく時も必要ですよっていうふうに出てますので、大きな休暇を取る時も必要なんですけど、それとは別にね、お仕事の合間合間でね、ちゃんと休憩を取るっていう、一息ついて、で、その落ち着いた時に浮かぶこともあるかもしれないのでね、そういった部分も大事にしながら、リフレッシュをしながら
自分のお仕事を的確に進めていくっていう風にね、してもらえればと思います。では、ルーンカードですね。こちらがウィルドです。自分の心で感じ、考えたことを行動していけば大丈夫ですということでね。こちらね、ルーンのマークがなくて空白っていうことなんですよね。ということは、あなた自身が自分で考えて動いていくことが何より大事っていうことなんですね。ルーンの力というよりは、あなた自身の大きな力っていうのがね、どれだけ重要かっていうことなんですよね。それだけあなたに可能性が大きくあるっていうことだと思うんですけれども、自分自身が感じたこと、そういったところを進めながらお仕事をしていくと、もっとね、よりよく進むことができますよっていう風になっております。そうですね。あなたの場合は、とにかくお仕事のね、能力がまず高いっていうところもあるし、で、人を引っ張っていけるようなリーダーシップなところもありますし、で、ただね、どうしてもそういったできるからこそ、いろいろとお仕事に翻弄される時もあるし、疲れたなって思う時もある。そういった時はね、ちゃんとお休みができる時はお休みを取るっていう風にね、心がけてもらって、で、また休み明けにですね、しっかりあなたの力をね、存分に発揮してもらえればなと思います。結果的にね、あなた自身のお仕事っていうのはね、どんどん上昇していくというか、うまくやっていけるという風にね、出ていきましたので、これからもね、無理はせずですね、しっかりと進めていってもらえればと思います。よろしければですね、こちらの方を参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。C のあなたのお仕事運なんですけれども、これからですね、大きな決断が待ってるようですね。それによって新たな環境へ向かう可能性も出てきました。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。それではですね、過去ですね、ソードのページの正位置です。ピンチを脱していたっていうことですね。ということは、何かしらお仕事のピンチがあったっていうことですよね。大変でしたね。それをね、ちゃんと脱したっていうことなので、安心ですね。論理的な思考と判断力で仕事をこなすっていうことでね、あなたのお仕事としてはですね、的確な感じで結果を出せるタイプなのかなっていうのを感じましたね。過去としてはいろいろ大変なことはあったかもしれないですけれども、結果としてはうまくやっていたと。あなたの手腕によってちゃんとですね、乗り越えることができましたよっていう感じなんでしょうかね。では現在ですね、ワンドの6の正位置です。目標を達成し注目を浴びる時です。チームワークもとても良いということでね、現在は絶好調な感じがしますね。あなた自身のお仕事としてのね、目標をしっかり達成してらっしゃる。達成しているというか、これから達成するのかもしれないですね。それによって周りの人から称賛されたりですね、すごいねと言われると。あなたはすごく頑張ってるねというふうにね、言われたりとか、そういうことがあるのかなと思いますね。で、お仕事の仲間とね、チームワークもいいっていうことなので、しっかりと助け合ってね、仕事を回していけるのかなと思います。報告だったりね、しっかりコミュニケーションが取れるっていうことなので、あなた自身が相談したりとかね、連絡を取り合ったりとか、そういった部分もやりやすいかなと思いますね。やはりね、風通しがいい職場っていうのはね、一番いいと思うんですよね。フリーランスの方の場合は、目標を達成できますよっていう時点では、お客様からね、すごく喜ばれるのかなっていう感じがしますね。で、あなた自身の実績にもなりますので、ものすごくね、ウィンウィンになれるのかなっていう感じがします。ただね、未来がね、死神の聖地が出てるんですよね。死神っていうのはね、生まれ変わりとかそういった意味合いが大きくあるので、何かしらね、大きな決断が待っているということですね。お仕事に対するですね。で、新たな環境へ向かっていく可能性が高いっていうことで、これがね、転職っていう可能性もありますし、
もしくは他の部署に変わったりとかですね、あなた自身が昇進することで違う見方があるっていうことで環境が変わるっていう意味かもしれないし、あとは自分のステージが変わる。フリーランスの方だったら、今までがブロンズランクのまだまだ新人だった時じゃなくって、これからシルバーだったりゴールドだったり、そういったランクまで上がっていくとか、そういったところも環境が変わるとも言えますし、いろんな可能性はあるんですけれども、何にせよですね、あなた自身がこうしたいって思うこと、そういったところにつながっていくのかなと思いますね。それによって新たな自分になっていくというのがすごくね、いいことだとは思うんですよね。あなた自身がまっさらな自分になっていく。お仕事でこれからも頑張っていくぞっていうね、気持ちを新たに持てるのかなっていう感じがしますね。そういった部分で前向きな結果という風にね、捉えていただければと思います。では周囲ですね。こちらはカップの8の逆位置です。話にしっかり応じてくれる、気づきを得られるということでですね、チームワークがいいっていう風になっておりましたので、そこがね、しっかり周囲の人っていうところにつながっているのかなと思います。あなたが相談したり、話しかけたりしている時に話にしっかり応じてくれる。忙しくって全然相手をしてもらえないとかですね。せっかくいろいろと、伝えたいことがあるのに伝えることもできないとか、そういった環境ではないっていうことですね。で、周囲の人の中にはあなた自身に気づきを与えてくれるような人もいるということでね、いろんな人と付き合っていけばいろんな意見っていうのが得られますよね。そういった面でもあなた自身にとって今の仕事場とかですね、新たな環境だとかそういった部分でいろんな人の言葉とか指導とかそういった部分を吸収していくことがいいことなんだと思いますね。それは最終的にあなたの一部になっていくですね。あなたの一部になっていくことでもっともっとですね、仕事をしていく上で成長するっていうことなのかなと思います。では障害ですね。世界の逆位置です。先のビジョンを書いているということでですね、これはね、未来につながってくるのかなと思います。決断するっていう時に、もしよかったら自分が実際どういったビジョンを抱いているか、ビジョンっていうのは目標とか、目指していることですよね。自分が仕事で何を得たいかっていうことですよね。例えば給与をもっと上げたいとかですね、待遇をもっと良くしていきたいとかですね、あとは有名になっていきたいとかですね、いろんなことがあると思うんですよね。お仕事っていろんな種類がありますからね、お仕事ね。そういったところで自分が明確な目標を抱くことで、よりですね、決断した時に進み方がね、違ってくるんじゃないかなと思いますので、ここはね、大事ですね。世界っていうね、大きなアルカナカードが出てまいりましたので、障害があなたにとって重要なキーワードになってくるのかなっていう感じがします。しっかりね、あなたがどうしたいか、具体的に考えていく。それによって一歩ずつ動いていく。で、これが違ったら今度は他のやり方を考えてみようと。トライアンドエラーっていう言い方がありますけれども、まずやってみて、目標のためにね。で、失敗していけば、これは違ったんだなっていう風に繰り返していくっていうことも大事だと思いますし、ただ、それをずっと繰り返すと何の目標もないのに、それを繰り返すと意味がないと思うので、ちゃんと自分の中で軸を持っておくっていうことは大事だと思いますね。そういったところで、障害にならないように、しっかりとあなた自身が計画性を立てて進んでもらうっていうことが必要だと思いますね。では最終結果です。ワンドの4の正位置です。区切りがつき達成感を得ることができます。問題がなくなり肩の荷が下りますということでね、最終結果がね、またすごくいい流れが来てますね。あなた自身のお仕事で、もしかしたら大きなね、業務があるのかもしれない。そういった部分がしっかりと区切りがついて、自分がよくやったなっていうふうに思えるっていうことですね。で、いろんなね、
トラブルっていうのはどうしてもね、起こってしまうことはあります。お仕事している上でね、自分のせいだけじゃないかもしれないし、いろんな人がね、関わって仕事をしていくと思うのでね、それはね、フリーランスの人も変わらないと思うんですけれども、そう、いろんな人が関わってやっていくと、どうしてもね、どこかしらでほころびとかが起きたり、問題が起こっていくっていうことはあるんですが、そういったものがね、ちゃんとなくなっていくということで、解決の方向になっていくのかなと思いますね。過去にもね、あなた自身ピンチを脱するっていう部分があったので、ピンチに強いのかもしれないですね。何か困ったことがあったとしても、ちゃんと解決していく力っていうのがね、あなたにあるのかなと感じましたね。なので、今後もね、ちゃんと大丈夫そうなので、自信を持ってね、働いていってもらえればなと思います。では助言ですね。カップの4の正位置です。自分が何をしたいのか思考の整理をしましょうということでね。これ障害とつながってますね。自分が何をしたいのかをちゃんと考える。それが何よりもあなたのお仕事をうまくやっていく近道になるんだと思いますね。目標をしっかり定める。自分が仕事をする上でどうやっていきたいのかというふうな、別にね、大きな目標じゃなくてもいいんだと思うんですけど、自分の中で何かね、小さなことでも構わないので、一日一日でもいいのでね、何か今日はこれをやろうとかね、そういうふうにしてもらうのでもいいし、また逆にね、大きな目標を作って、こうなりたいから、それまでにこうしていこうみたいな感じでね、一つずつね、整理をしていくっていうことが大事なんですよっていうことですね。障害にも助言にも出てきたっていうことはね、それがどれだけあなたのお仕事のね、頑張れるぞっていうね、気持ちにつながってくるかっていうところだと思うのでね、その辺をしっかり考えてもらえればと思います。では、オラクルカードですね。1枚目が豊かさです。繁殖繁栄、時間をかけて畑を耕し、その努力が実を結んでいるのですということですね。お仕事もね、少しずつね、自分で覚えていって教えてもらいながらね、ゆっくりと自分自身が頑張っていく。一歩ずつね、時間はかかるかもしれない。あっという間にね、覚える人もいるとは思うんですよね。ただその、覚えたからといって、全部仕事をね、できるかっていうとね、なかなか、やっぱりベテランになるまでにはね、時間がかかると思うので、そういった面でも、あなた自身が一つずつね、種を植えて、植物が、花がなり、また種が出て、それをまた植えるというね、少し、単調なことかもしれないんですけれども、そういった日々の小さなことがね、大きなものにつながっていくと。努力がしっかりとあなたの身になっているんですよっていうことですね。そしてオラクルカードの2枚目ですね。こちらが人生のガラクタをセルフケアすれば大丈夫ですということで、お仕事をする上でね、いろんなね、自分の中でね、疲れ切ってることとか、人生のね、必要ないものとか、そういった部分出てくると思うんですけれども、そういう部分自分自身でしっかりとケアをすれば大丈夫ですよっていうことですね。そうですね。そういった人生のガラクタっていうとなんか難しいかもしれないんですけれども、お仕事の中で自分自身のいろんな失敗とか悲しいこととか傷ついてきたこととか、そういった部分をね、自分自身でケアをしてもらう。それが何より大事。もちろんね、いろんな人に愚痴を聞いてもらうとか、人にね、助けてくださいっていうことも一つのセルフケアだと思うんですよね。自分自身が自分を大事にするっていうことももちろんなんですけど、そういったものをね、重ねながらね、自分の、お仕事をする上でね、モチベーションを保ってもらえればなと思います。そしてオラクルカードの3枚目がフェニックス、不死鳥ですね。いつまでも幸せでいるにはどうすればいいだろうかっていうところでね、これもね、幸せでいるにはやはり努力が必要だと。それには目標が必要だと。目標をしっかり定めて動いていくことがあなたにとっては大事なんですよっていう、ここもタロットカードさんとつながってる部分じゃないかなと感じますね。あなた自身がこれまで
ピンチだったりね、大変なことだったりね、そういったところもちゃんとね乗り越えてきてるっていう部分でも不死鳥というね表現はすごく合ってるんじゃないかなと思いますね。何度でも蘇るあなた自身はもちろんね傷つくことだって悲しいことだってあるとは思うんですけれども、そういった中でもねしっかりと立ち向かってきた、お仕事を頑張ってきたっていうね、そういった部分で不死鳥なんですよっていうことだと思います。そして自分自身が幸せを得るためにこれからもねいろんな努力を重ねていってほしいなと思います。ではルノルマンカードですね。コウノトリです。新たな環境、物の見方を変えていきましょうということでですね。ルノルマンさんもね新たな環境って言ってますね。そう、コウノトリっていうのはこう幸福を運んでくるイメージっていうのもかなり大きいかなと思います。そう、コウノトリさんが新たな環境にしっかりね向かってもらったらね幸福を運んでくれるというような感じなのかなっていう気がしますね。であとはね、そう自分の選択肢を仮にね間違ってたとしてもそれをねまた無理して推し進めるのではなくって一旦落ち着いて物の見方を変えていって、それでまた別の方向からね進んでみるっていうね、急いで難しそうならね回り道をしてみるとかね、そういう風に動いてもらうのもいいんじゃないかなと感じますね。そしてルーンカードです。ウィルドです。自分がどうしたいのかを考えていき、自分なりに努力し楽しむことが大事ですということでね、これもね今までのお話とつながってくる部分ではあります。自分がどうしたいのかをしっかりと明確にすることが大事。その上で自分なりにしっかりと努力してもらって思いっきりね楽しんでいきましょうと。お仕事ね楽しくない時もあると思います。でもその中で楽しみを見出しながらね働いていくっていうことをねしてもらえればと思いますね。目標を達成した時はねやっぱり嬉しいし楽しいっていう気持ちにもなるかもしれないので、そういった面でもね目標っていうのを持っておくことはいいのかなと思いますし、でその目標達成のためにね人とねしっかりと交渉できるようにね交流をしていくっていうのは大事と思います。そう、ウィルドはねルーンの中にはあるんですけれども、空白っていうことで自分自身がまずね何より力を持って頑張っていくっていうね、自分自身が大切なんですよっていうねことを暗示するカードなので、あなたの力をねもうちょっと信じてあげてほしいなと思います。そうですね、あなたの場合はねまずねいろんな困難があったとしてもしっかりと乗り越えていける力が強いっていうところは大きかったですね。あとは決断して目標を立てていく。で新たなところへ向かっていくっていうね、そういった面も大きかったので、これからねしっかりと目標を立ててビジョンを作って進んでいってほしいなと思います。よろしければ参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。